こんにちは、管理栄養士の中江里香です。今日は最近なんだか疲れが取れないなとか、一日中力があんまり出ないなと感じる方におすすめの疲労回復に役立つ作り置きレシピを紹介したいと思います。疲労回復には何よりも栄養バランスの取れた食事が大切ですが、その中でも特にとっておきたいスタミナアップに役立つ栄養素が取れるレシピを今日は紹介したいと思います。まずはスタミナアップの定番ともいえる豚肉を使って茹で豚を作ります。作るといってもとっても簡単で、その名の通りただ豚肉を鍋に入れて茹でるだけです。一緒に生姜の薄切りや長ネギの青い部分を入れるとより美味しいです。あとはお肉がかぶる程度のお水と酒を少し加えて火にかけます。豚肉にはエネルギー代謝に関わるビタミン B1 が豊富に含まれていて、食べたものからエネルギーを生み出すために働き、スタミナアップに役立つと言われています。こんな感じで今日は疲れている時でも手軽に作れるような簡単なレシピをメインに紹介していきたいと思います。次はニラを切ります。ニラは1センチの幅に刻みます。これに後で調味料を混ぜ合わせてニラだれを作ります。ニラにはニンニクなどにも含まれる硫化アリルという成分が豊富に含まれます。硫化アリルはビタミン B1 の吸収を高めて活性化する働きがあります。そのためビタミン B1 が豊富な豚肉との相性がバッチリで、さっきの茹で豚にこのニラだれをかけて食べたいなと思って作ってみました。そして次もまたニラなんですが、こっちの方は5センチ程度の長さに切ります。これも後で違う料理に使います。次はオクラです。オクラにはビタミン C やカロテン、あと食物繊維が豊富でとっても健康的な野菜です。胃の粘膜を守る働きがあるとされ、胃腸の不調が気になる時にもおすすめの食材です。オクラは塩を少し振ってまな板の上でゴロゴロ転がすように板ずりをします。こうすることで表面の産毛が取れるのと、後で茹でる時に色を鮮やかにする効果があります。その後はガの周りの硬いところを包丁で剥いて、先端のところも少し硬いので包丁で切り取ります。次は玉ねぎを切ります。玉ねぎは薄切りにします。これもさっきのニラと一緒でチャプチェに使う具材です。玉ねぎもニラと同じく硫化アリルが豊富な野菜です。加熱すると効果は薄まってしまうんですが、甘み成分に変化して料理にコクを加えてくれます。次は人参を千切りにします。次はニンニクの芽を4センチ程度の幅に切ります。ニンニクの芽に含まれる栄養素はニラと似ていて、カロテンやビタミン C、あと硫化アリルが豊富に含まれます。ちなみにこのニンニクの芽は厳密には芽ではなくて茎の部分です。なのでたまに茎ニンニクという名前でも売られています。きゅうりは乱切りにします。ヘタを取って斜めに包丁を入れていきます。そうしたら次は大葉を千切りにします。大葉はヘタを落としてからくるくるっと丸めて包丁で端から刻んでいきます。
次は長芋を切ります。長芋は長さが5センチ程度の1センチ角の棒状に切ります。皮を剥いて5センチの長さに切ったら、縦に1センチの幅に切って、さらに1センチ幅に切ります。長芋には疲労回復に役立つビタミン B1 やストレスに対する抵抗力を高めるビタミン C などを多く含みます。そしてオクラは熱湯で1分程度茹でます。茹ですぎると食感があんまり良くないので、茹ですぎないように注意します。茹でたら冷水にさらして冷まして水気を切ります。今日は長芋とオクラの浅漬けを作るんですが、オクラは包丁で斜めに半分に切ります。そして保存容器にオクラと長芋を入れて、白だしとお水、それから唐辛子を加えて出来上がりです。長芋には消化酵素が豊富なのも特徴で、食べたものの消化を助けてくれる効果があります。疲れてる時には胃腸の調子が優れないことも多いと思うので、そんな時に長芋はおすすめの食材です。次はビビンダレを作ります。ビビンダレは前にも紹介したものなんですが、コチュジャンの原料である唐辛子には辛味成分であるカプサイシンが豊富に含まれます。カプサイシンは血行を促進する働きがあるとされ、代謝を高めて疲労回復に役立つと言われています。ビビンダレはそうめんなどに絡めて食べるととっても美味しいので、私は夏には常にストックしています。他にもお刺身のタレとして使ったり、サラダのドレッシング代わりに使ってもとっても美味しいです。混ぜるだけでとっても簡単だし、冷蔵で1ヶ月保存できるのでとってもおすすめです。次はニラだれを作ります。さっき切っておいたニラに調味料を加えます。今日はちょっと多めのニラだったので、調味料は書いてあるものよりも少し多めに加えました。最初は水分が少なめに見えるんですが、1日ほど置いておくとニラから水分が出てきてタレっぽくなってきます。今日はタレを2つ作ったんですけど、疲れている時にはタレを使った料理がとっても手軽で楽できると私は思っていて、例えば今日作ったゆで豚をスライスしたり、あと厚揚げとかお肉とか、あとお魚でも何でもいいんですが、焼いたり茹でたりした後、このタレをかけるだけで一品完成するので、個人的にはとってもおすすめです。次はきゅうりとタコの塩麹マリネです。タコも疲れに効く食材で、特に肝機能を高めるタウリンが豊富なので、お酒をよく飲むという方におすすめの食材です。次は人参のカレー炒めを作ります。フライパンにオリーブオイルを熱して、さっき切っておいた人参を炒めます。しんなりとしてきたらカレー粉と塩を加えます。カレー粉にはいろいろなスパイスが含まれていますが、食欲増進や疲労回復に効果があると言われているものも多くて、疲れている時にぜひ取り入れていただきたい調味料です。この人参のカレー粉炒めはカレー粉と塩っていうとってもシンプルな味付けなんですが、人参の甘みが合わさって
絶妙な美味しさなので、ぜひ騙されたと思って作ってみてほしいです。次はレンジで牛こま肉のチャプチェを作ります。牛こま肉にはあらかじめ調味料を混ぜ合わせておいて30分ほど置いておきます。そうしたら耐熱容器に春雨と玉ねぎ、ニラの順番にのせていって、その上にお肉を汁ごとのせます。そして水を加えたら、あとは蓋かラップをして電子レンジにかけるだけです。電子レンジの加熱時間は600ワットで、6分が目安です。次は豚しゃぶの梅和えを作ります。まず豚肉のしゃぶしゃぶ用のお肉を茹でていきます。お湯にはお酒を少し加えて、あんまり沸騰させすぎないようにします。そしてお肉は一度にたくさん入れすぎないようにして、少しずつほぐしながら茹でていくのがポイントです。梅干しは種を取って包丁で叩きます。この梅干しは結構大きいので1個だけ使ったんですが、もし小さめの場合は2個使うなど量を調節してもらえるといいかなと思います。あとは調味料としそと豚肉を加えて混ぜ合わせます。調味料の砂糖は市販の甘めの梅干しを使うときは入れなくても大丈夫です。梅干しに含まれるクエン酸は体内でエネルギー代謝を行う上で必要な成分です。豚肉のビタミン B1 と梅干しのクエン酸のダブルのパワーで疲労回復にとってもおすすめなレシピです。というわけで次のレシピです。前回の動画に続き今回も豚肉ばっかりになってしまってなんだか申し訳ないのですが、これはですね、豚こま肉に焼肉のタレを揉み込んで、ニンニクの芽と玉ねぎの薄切り、それから人参の千切りを加えてスタミナ漬けを作りました。これは冷凍して保存します。疲れてる時にはタレを使うのがおすすめと先ほども言ったんですが、こういう市販の焼肉のタレを活用するのもとってもおすすめです。次はこれももしかしたら動画で何度も紹介しているかもしれないのですが、鶏胸肉に塩麹をつけて下味冷凍しました。鶏胸肉にはイミダペプチドという成分が豊富に含まれていることが分かってきて、疲れに効く食材としても知られてきました。そして最初に火にかけておいた豚肉なんですが、1時間ほど鍋で茹でました。時間は結構かかるんですが、ただ火にかけておくだけなのでとっても簡単にできると思います。ぜひ試してみてください。